皆さんお疲れ様です。鈴鹿です。鈴鹿のポッドキャストへようこそ。皆さん、週末は楽しく過ごせましたでしょうか？今週も一緒に頑張っていきましょうね。でね、今日のテーマなんですけども、日本ってゴミ箱少なくない？っていう話をしていきたいと思います。これ結構外国人の友達によく言われるんですよね。ねえ、なんか日本って街歩いてても全然ゴミ箱ないよねって。で、私最初にそれ言われた時は本当にそうかなってあんまりピンとこなかったんですけど、なんでピンとこなかったのかっていうと、ゴミ箱がないから困るっていうことがそもそもあんまりなくて、不便だなって意識したことがなかったというか、言われてみれば確かにないなくらいの感覚だったんですよね。で、友達にじゃあゴミ箱なくてゴミ持ってどうしてるのって聞かれた時、なんか私も自分でちょっと考えて、捨てるところがなかったら普通に持って帰るけどって答えたんですね。したら友達にそれ普通のことってなんかすごい驚かれて、私からしたら当たり前すぎて、逆にそれの驚きが何の驚きなのかわからなかったんですけど、よくよく話をね聞いてみると、確かに国によってはそもそもゴミを持ち歩くっていう発想自体があまりないみたいなんですよね。なので今日はこの日本人はなんでゴミを普通に持ち歩けるのかっていうテーマを、私の子供の頃の話とか日常のリアルなエピソードを交えながらたっぷり話していきたいと思います。最後までゆっくり聞いてもらえたら嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。まずですね、なんでこんなに自然にゴミを持ち歩けるのかっていうのを考えてみたんですけど、多分これ子供の頃からの習慣っていうのが大きいと思います。実は私一つ前のポッドキャストでお弁当の話をした時にもちょっとだけ遠足の話をしたんですけど、今回もまたこれも遠足だって思う部分があって、ほら遠足の持ち物リストってお弁当とか水筒とかいろいろ並んでるじゃないですか。でね、その中に当たり前のようにゴミ袋ってリストの中に書いてあったんです。先生から配られるプリントにゴミは各自持って帰りましょう、ゴミ袋を用意してくださいって普通に書いてあって、それを見た時私も含めてクラスのみんなもなんでとかそんなの全然思わなかったんですよね。そういうものっていう感じです。当たり前のようにビニール袋をリュックに入れて遠足に行っていました。で、これって多分学校の話だけじゃなくて家庭でもそうだったんですよね。私の母も外出するときいつもバッグの中に小さいビニール袋を何枚か入れていたんです。買い物に行くときもお出かけするときも。子供の私からしたらお母さんのバッグにはいつも袋が入っているっていうのが当たり前の光景で、だからゴミが出たらどうするかっていうことを特別に意識したことが実はあんまりなかったです。つまり私にとってゴミを持ち歩くっていうのは教えられて身についたものというより、もう空気を吸うみたいに自然に生活の中に組み込まれていたものだったんです。だから外国人の友達にゴミ箱少ないの大変じゃないって聞かれても大変ってなっちゃうんですよね。困った経験がそもそもあまりないから
大変さの感覚がよくわからないんです。さて、ここからはもうちょっと私のリアルな日常の話をしていこうと思います。持ち帰るのが当たり前って言っても、実際には結構いろんな小さなドラマ、事件があるんですよね。まず、長い外出をする日はって言っても3時間くらいのお出かけの時もなんですけど、私はちゃんとゴミ用のビニール袋をあらかじめ用意してバッグに入れておくんです。これができた日は心の中で密かに、今日の私偉いって思ってます。準備万端で出かけてるな私みたいなちょっとしたなんていうかな達成感があるんですよね。でもこれが毎回できるわけじゃなくて、たまにうっかり忘れちゃうこともあるんです。で、そういう日に限って外でゴミが出ちゃうんですよ。今日に限ってちょっと絶望する瞬間があります。準備してない日ほどなぜかゴミが増える気がするんですよね。不思議なことに。あとこれはもう本当によくあるんですけど、飲み終わったペットボトルとかカフェのコーヒーカップとか、それを何時間もそのままバッグの中とか手に持って歩くことがあるんです。近くにゴミ箱がなかったらもう仕方ないので、ペットボトルならそのままバッグに入れちゃうんですね。まあ仕方ないって割り切って家まで持って帰る。これ多分日本に住んでいる人なら結構共感してもらえるんじゃないかなと思います。これは私の恥ずかしい失敗談なんですけど、バッグの中にお菓子のゴミとか何か拭いた使ったティッシュとかを入れっぱなしにしちゃうことがあって、で次の日にバッグを開けたらまだ入ってたでね、こんな風に驚くことも結構あります。昨日のゴミそのままだったなみたいなね。もっと恥ずかしいのが、ポケットにティッシュとか小さいゴミを入れたままそのままそれに気づかずに洗濯しちゃうことです。これ経験ある方いますかね。洗濯機開けた瞬間、服にティッシュの白いカスがびっしりついてて、ってなる。大惨事。掃除するの本当に大変なんですよね、あれね。粘着テープみたいなので一個ずつね、ペタ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 取ったりコロコロかけたりね、もう何回もやってるのに毎回同じ失敗を繰り返していますね。小さい時ね、お母さんにも怒られますよね。ポケットに物入れないね。ちなみに私ティッシュだけじゃなくてポケットの確認を忘れて、クレジットカードもう何度も一緒に選択しちゃってますね。本当にダメですよね。カードって選択すると折れちゃうんですよね。びっくりですよね。何度も何度も再発行して本当にね、だらしないですね。最近はないですけどね。あと車持ってる人だったらわかると思うんですけど、車でも結構ゴミ出ませんか？ドリンクホルダーの近くとか助手席の足元とかに小さいゴミ箱をセットしてる人多いと思います。これも私からしたら逆にない家庭あるのって思っちゃうくらい当たり前の光景なんですね。車で長距離移動する時とかもう途中でお菓子食べたりドリンク飲み物飲んだりするので、ゴミ箱がないと結構ね困るんです。で偉そうに話していたんですが、
うちの車今ゴミ箱ないですね。すいません今のは実家の車の話でした。今の車には置いてないです、ゴミ箱。遠出する時とかはね、ちゃんとゴミ袋持っていくから大丈夫なんですけど、ちょっとしたお出かけの時はとりあえずドアのね横のポケットのところに入れています。なんか私すっごい今ちゃんとしてる人みたいに話しちゃってましたね。恥ずかしい。違いました。これからはちゃんと準備しますあとこれも地味にあるあるかなと思っているんですが、自動販売機の横にゴミの回収ボックスが置いてあることあるじゃないですか。あれを見つけた時、ゴミ箱あったってちょっと嬉しくなるんですけど、よーく見たら缶、ペットボトル専用って書いてあって、これはそれ以外捨てられないやつだってね、がっかりすることもあるんですよね。皆さんも旅行中とかね、あったんじゃないでしょうか。しかもさ、そのボックスもたまにもうパンパンで何にももう入れれない、そんな時もあってね。で、たまにそのゴミ箱の中に明らかにいやいやこれペットボトルじゃないでしょっていうお菓子のゴミとかね入ってると、もうと思ってね、違うじゃんそれみたいなで、ルールを守ってる人が多い分守っていない人が余計に目立つっていうかね、私は気になってしまいます。ここまで日本人はゴミを持ち帰るのが当たり前みたいな話をしてきたんですけど、ここで一回ちょっと止まって正直な話をしていきたいと思います。よく海外のニュースとかで日本の街にはゴミが一つも落ちてない、なんかさすが日本人マナーがいいみたいな美談として紹介されることがあるじゃないですか。でも正直に言うと、これはちょっと言い過ぎだと思うんですよね。実際繁華街とか駅の近くとか特にイベントの後は普通にゴミが落ちています。特に週末の夜の繁華街とか行くとタバコの吸い殻とかね、飲み物の容器結構落ちているんですよね。だから日本にはゴミが一つもないっていうのは正直実際の景色を知らない人が作ったイメージなんじゃないかなって思ってしまいます。私昔原宿で働いていたことがあるんですけど、その頃ちょうどタピオカドリンクが大ブームだった時期があって、その時道端に飲み終わったタピオカのカップがすっごい量捨てられているのを実際にこの目で見たことがあるんですよね。もうゴミ箱の周りとかそれこそ道端とかにもカップがたくさん転がって、こんなにポイ捨てされちゃってるんだって正直ちょっとびっくりした記憶があります。じゃあなんで日本の街は綺麗っていうイメージが定着しているのかっていうと、これ多分清掃してくれている人たちの存在がすごく大きいと思うんですよね。早朝とか夜遅い時間に街をきれいにしてくれる清掃のスタッフの方たちがいて、その方たちが毎日コツ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 掃除をしてくれているから、私たちが普段見る街の景色がきれいに保たれているっていう部分がかなりあると思うんです。だから日本人全員のマナーがいいから街がきれいって言い切ってしまうのはちょっと違うかなって個人的には思っています。もちろんゴミを持ち帰る文化っていうのはあると思うんですけど、これと同じぐらい、いやもしかしたらそれ以上に見えないところで頑張っていてくれている人たちのおかげっていう部分もちゃんと知っておくべきなのかなって思うんですよね。
とはいえ、じゃあゴミ箱がないから道に置いていっちゃおうっていう発想が私の中に浮かぶかっていうと、それはないんですよね。これは本当に不思議なんですけど、そもそもその発想自体が存在しないです。私の感覚としては、自分が出したゴミなんだから自分で最後まで責任を持つっていうのがもう当たり前すぎる前提としてあるっていうのもあるし、これ多分さっき話した子供の頃からの習慣とか家庭での教育とか、そういうのが積み重なってできた感覚なのかなと思います。あとこれはちょっと個人的な、ちょっと精神的な理由なんですけど、誰も見ていなくてもお天道様が見ているっていう感覚が私の中のどこかにあるんですね。お天道様っていうのは太陽のことなんですけど、日本には昔から誰も見ていなくてもお天道様が見ているから悪いことはできないっていう考え方があるんです。だからたとえ周りに誰もいなくて絶対にポイ捨てをしてもバレないっていうような状況だったとしても、道にゴミを置いていくっていう選択肢が私の中にはないかなっていう、悪いことしたらいつか自分に返ってくるっていう感覚もなんとなくどこかにあって、これは宗教的っていうよりはもっとふわっとした日本人の生活の中に根付いている感覚っていう感じかなと思います。理屈じゃなくて感覚的にそれはやっちゃダメなことっていう線引きみたいなものが自分の中にあります。さて今日はね、こんな感じで日本のゴミ箱少なくないっていう疑問から始まって、私の子供の頃の話とか日常のリアルな失敗談とか日本の街の実際の様子までいろいろ喋ってきました。もしこれから日本に来る予定がある方がいましたら、一つアドバイスしたいことがあります。それは小さいビニール袋を1枚バッグの中に入れておくと安心だよっていうことです。今日話したみたいに日本は思ったよりゴミ箱が少なくて、しかも見つけても缶とかペットボトル専用とかね、種類が限定されているっていうことも多いので、ちょっとした袋を1枚持っておくだけで旅行中のストレスがかなり減ると思います。ぜひ参考にしてみてください。最後に皆さんに質問したいんですけど、皆さんの国では街にゴミ箱はたくさんありますか？もしゴミ箱がなかったらそのゴミはどうしますか？道に置いていくのか、それとも私みたいにとりあえず持って帰る派なのか？ぜひコメント欄で皆さんの国の状況とかね、自分の感覚っていうのを教えてもらえたら嬉しいです。このエピソードを使ってもっと勉強したいっていう方は、振り仮名付きスクリプト、そして大切な単語と文法などが入ったワークブックもありますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。今日のポッドキャストが良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。そしてベルのマークを押して通知もオンにしてくださいね。まだもう少し日本語を聞きたいよっていう方は、画面に出ているポッドキャストも続けて聞いてみてくださいね。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。良い一日を。